はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングをさせていただきます。いきますね。お願いします。2月って結構星が動きますので、星の動きを解説した12星座共通の動画を先にアップしてありますので、まだそちらご覧になってない方はぜひそちらもご覧になってからこの動画に戻ってきていただけると嬉しいです。では行きましょう。お願いします。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ストレングスの逆。ペンタクルスキング。ワンドエース逆。ソード6逆。カップページ逆。ワンド10逆。節制逆。はい。気をつけることの対策見てみますね。忍者の逆と、ペンタクルスナイト。そしてオラクルは、ペンタクルスのページですね。逆。なるほど。なんか逆位置が多いですね。なるほど。OK です。ちょっと星の解説をさせていただきたいんですけど、2月の19日まで、特に前半っていうのは、非常に他者との関わりが強い時です。他者に対して、誰かに対して自分が挑んでいけるとか、積極的に関わっていけるとか、おじけづかずに関わっていくとかですね。なんか切り込んでいくとか、そういうこともできますし、また他者と関わることによって自分のエネルギーがもっと増えていく。なんかそんな感じのエネルギーだと思っておいてください。そして、2月のね、2日が満月なんですけど、この満月は獅子座で起こる満月なので、獅子座さんの持っている情熱とか、やる気とか、そういったものにすごくスポットライトが当たります。なんかそこが一番強くなる。あんなことしたい、こんなことしたい、みたいな感じがすごく強くなるかもしれません。そして、そうね。で、2月の14日から土星がお羊座に入るんですけども、これに関しては、過去に出したですね、土星が示す今後3年間のテーマという動画がありますので、ぜひそちらまたご覧いただけたら嬉しいです。土星っていうのはやっぱ動きが遅くて、約3年ぐらい影響するんですけど、それがどのように獅子座さんに関係するかっていうのを詳しく解説した動画だったので、今年が本番ということで、それまた見直していただくと、より一層理解が深まるんじゃないかと思います。その上でこのカードを見た時なんですけども、ちょっとその前に、2月の17日も日食なんですね。で、この日食っていうのも、パートナーシップで起きます。関係性で起きます。なので何か2月から、誰かとの関係性とか人間関係とか契約っていうのが何か変わりそうな感じがあります。もちろんそれはご自身で選べるものなんですけど、その2月の後半に待たなくても、結構この日食が17日だったとしても、前からそういうエネルギーを感じて早くに自分で対処することは可能なので、前半でも別にご自身が良かったら好きなように活かしてくださいっていう感じです。ただ具体的に動いたり強くなっていくのは後半だろうなという感じがします。ただカードで見るとすごく逆位置が多くて、なんか自分が受けられるべき恩恵を自分で拒否しているっていう感覚もちょっとあるので、そこはご自身で感じてみてくださいね。どうかなって。なんか遠慮してるとか、自分の力をまだ信じていないとか、なんかそういうこともあるかもしれないので。で、やはり入り口がストレングスの逆なので、本当はもっと力を発揮したいんだとか、もっとなんか役に立ちたいんだとか、不可能を可能にする力が自分の中に秘めているのに、それをなんか出し損ねているとか、自分ではやりたいけど、それって周りの人からしたら迷惑なんじゃないかとか、その相手の人には受け入れられていないんじゃないか、望まれていないんじゃないかという、そういう遠慮があるのかなって感じがしました。誰かのためにやってあげるっていうよりは、獅子座さんが好きだからやるっていう感じがすごくいいんじゃないかなと思います。獅子座さんってそのエネルギーが強いんですよね。その誰かのためにやってあげるとか、面倒見てあげるとか、責任を取るってなるとすごくエネルギーを発揮しますが、一番自分のためにやってほしいっていう感じもあります。そうすることで自分も嬉しい、他者も嬉しいみたいなのがスムーズにいくような感じがするんですよね。そしてそうね、もうここに至るまでの間に、
かなり頑張ってきたって感じもありますよ。ここまでやっぱりバンドのエースっていうのも出ているので、自分なりに挑戦してきた。それが、なんか、自分が、なんか望むような結果にまだ繋がっていなかったとしても、十分やってきたし、その結果や恩恵っていうのはあるんだと思います。やはりここでペンタクスのキングっていうのもあるので、ご自身が望む理想の姿っていうものが、非常になんか、確固たるものなのかもしれませんね。そうなるには、すごく時間のかかることを、ショートカットで行こうとしてるのかもしれませんね。どうですかね、わからないですよ。それは人によって。でも、最近はね、そういうのが流行ってるじゃないですか。いかに早く、効率よく、楽してやるかみたいな。でも、実際に経験値として自分の中に培っていけるものっていうのは、やっぱり経験した分だけ、だし、都合よく情報だけ入れても身にならないことも多いですよね。自分が体験していく。やはり自分が経験して、どしっとした椅子に座り、その椅子にもツタが茂って、緑が茂ってっていう、こういう状況になるには、やはり時間が必要っていう感じで、その時間っていうのは短縮できない。自分が経験を進んでいくしかないんだっていうようなメッセージがあるので、それをすでに獅子田さんはやってるはずなんですけど、なんか、結果を見てまだまだだとか、いや、まだダメだっていうふうに自分で言ってそうな感じがしたんですよね。あの、ワープはできませんって感じかな。それはやっぱこなしていくことに価値があるし、こなしていくことがもう愛おしい経験だから、あの、スキップはできない感じですね。これ、ワープできない。で、今現在はなんとなく流れていないかのような気がするとか、スムーズにいっていないような気がするかもしれませんが、それは、あの、ご自身が望むスピードと現実が違うだけだよっていう感じがしました。現実は止まっていようが、何していようが、心臓が動いている以上進んでいるんですけど、なんか自分の思う結果を残せていないとか、ここまでいけてないということで進んでいないと感じているだけで、実際は進んでます。着実にっていう感じがしました。そしてぜひこのスピード感の中で、ゆっくりと感じてみてください。自分の中からいかにクリエイティブにいろんなエネルギーが生まれようとしているかということを。そしてそれを全部形作っていくとか、全部自分でやるとか、完璧にやろうとするとめちゃくちゃしんどいけれども、できることでいいじゃないっていう。で、今自分ができることでやろうってなっていくと、ものすごくいい、塩梅で進んでいける感じがしますね。やっぱり、完璧主義な方も多いかもしれませんよね。完璧にやろうと思うとどうしても考えばっかりが先行して、できないってなっちゃうんですけど、不完全でいいから、今あることを経験しようっていうふうにしてると、ものすごくつながる感じがします。大事なところに。で、そして自分の、これが自分の才能だったっていうことにも気づくような気がします。なので、カードのメッセージとしては、ゆっくりで大丈夫よ。ちゃんとできてますよ。静かだけど進んでるよみたいなメッセージが、いっぱい出てまして、そんな感じがしましたね、私はね。うん。ここで出てるね、対策として出てるカードも、忍者っていうのはゆっくり考えて、内省して、自分の心を見ながら進んでいこうねっていう、カードですし、もう一枚出てるカードっていうのも、ペンタクスのナイトということで、これもゆっくりなんです。でも、確かなものなんです、これは。確かなものだからこそ焦らずに、じっくり温めていこうねっていう、それは確実な価値になるよねっていうカードなんですね。そしてオラクルが何と言ってもペンタクスのページなので、なんか自分のことまだまだひよっこだっていうふうに思っていたりとか、まだまだダメなんだっていうふうに、そういう意識になりやすいのかもしれません。今この時期は。なぜならば、どんな人でも新しい状況に入れば素人です。どんな人でも、どんだけ経験30年、40年ある人でも全く違う畑に行ったら素人です。それと同じで、人生のシーンが変われば変わるほど、いろんなことに挑戦すればするほど、謙虚に自分が素人だとか、まだひよっこだって思うのは素晴らしい姿勢ですけれども、
自分の中にある、すでに蓄えられている経験値っていうのもあるし、もともと備わっている自分の良さっていうのもあるから、それで焦らず一歩ずつ進んでいってねって感じがしました。特に、2月の14日以降っていうのは土星がお羊座に入ったり、1月27日から海王星ももうお羊座に入っていて、この海王星と土星のエネルギーが重なって、感じるエネルギーっていうのは、獅子座さんにとっては、もっと何か専門的でなければならないとか、もっと自分が特別な人間でなければならないっていうふうに思いそうになるんですね。思わなくていいんですけど、思いそうになる。だからこそそこに対して真剣に向き合っていくみたいな流れもあるので、これはさっき言った初めてのシーンとか、初めての状況だったら誰しもが初めてだから、できてなくて当然なんですけど、でもそのことをやってみたかったからやってみる、経験してみるっていうことなんですけど、すごく逆のを言えば、今の現状に甘んじずに高みに行くっていうのかな、高いところを目指すって、かっこいい姿勢じゃないですか。なんか、そうなりそうな感じがあるんですね。高みを目指したくなるみたいな。で、それだけのガッツがあるとか、目標がある人にとっては、よし、やるぞって頑張れるんですけど、そんなに自信ないですっていう人にとっては、自分はこうじゃなきゃならないんだ、でもできないんだみたいな気持ちにもなりやすいので、誰だって未経験のものは、素人ということで、一歩ずつ一歩ずつ行ってくださいって思いました。そして、すでに自分の中にあるその力や、経験値や感性っていうのは培われているわけですから、そこにもちゃんと自分で目を向けて、自分でねぎらってほしいなと思いました。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事。今契約とかね、そういうのはすごくいい時ですから、何か、例えば転職したいとか、新しい契約取りたいとか、そう思ってらっしゃる方にとってはすごくチャンスですけどね。カップの9、ワンド5、ワンド S ということで、チャンスすごくあります。だけど、ご自身の中では何か、それだけをできないっていうのかな。他のこともやらなきゃいけないし、携わってることがいっぱいあるから、なんか、一つに集中できないんだみたいなもどかしさみたいなのがあるかもしれませんね。でもね、頑張れますよ。でもやるみたいな気持ちがあるし、優先順位をつけてやっていくんだろうなと思います。そしてすごく感情的に満たされることがあるので、うわー、大きな契約取れたっていうことかもしれないし、すごく自分が、必要とされていたっていうことに気づくのかもしれないし、自分ではあたふたしてるかもしれないけど、とてもなんか、やる気に燃えそうな感じですね、お仕事に関して。忙しくても。はい。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係は、ペンタクスの4、ペンタクスの6、そしてカップの5ということで、今私が感じているメッセージは、もし獅子座さんがなくしたくない関係があるのであれば、それは大事に、ご自身の中で大事に思っていればなくしませんよって感じです。でも、なくしたくないというその思いから、変になんか、自分を差し出すというか、バランスを崩してでも、相手の役に立ちたいみたいな思いもあったりして、でも相手はそこまで求めてませんでしたみたいなこともあったりするので、エネルギーバランスっていうのかな、相手とのエネルギーバランスっていうものを保っていただきたいんですけど、どうやって保つかって言った時に、自分が必要とされてるかどうかで自分の価値を測らないでくださいって感じがします。獅子座さんは獅子座さん自身でね、ちゃんと立っていける経験値があるというか、能力があるんですけど、なんか他人に引っ張られるとか必要とされることで自分ってすごいんだっていうふうに思ってると、引っ張られすぎると逆にまた嫌になったりとか、自分が認めてもらいたいからやってあげるみたいな感じになるんですけど、そうするとしんどくなるので、
獅子座さんは自分で自分のことを認めるように意識してください。そしてパートナーシップや人間関係に関しては、確かに必要とされるんですけれども、その、難しいですよね、この塩梅ってね。なんか自分の好きな人に必要とされたら嬉しいってなるけど、嫌だなと思ってる人に必要とされたら利用されてるのかなっていう気持ちになったりするように、結局は相手がどうかっていうところで見るんじゃなくて、自分がどうあるかっていうことで、関係性っていうのは成り立っていくと思っておいてくださいね。なので、感情としてどうなのって言ったら、獅子座さんの感情が安定してないって出てるんですね。相手がじゃないです。自分の感情が安定してない。自分の感情が、ああ、まあダメかもね、とか、相手を信用してないっていう感じで出てるので、なんていうのか、まあ全てね、人間関係って自分で自分のことをどう見てるかっていうものが投影されますから、相手に。自分が大事にしたいと思っているのであれば、自分のことを大事にするというふうにすることが、一番相手とうまくつながっていくやり方なのかなと思いました。ちょっと補足引いときますね、人間関係で。決してなんか表立って問題があるとかじゃないんですけど、なんか深いところで獅子座さんの弱い部分がなんかちょっと出てきてる感じがしますね。もっといいのにいいのって、茶目っ気で楽しんでって感じがしました。あんまりシリアスに考えないで、冗談で楽しんでって感じがしました。はい。ということで、最後にもう一枚オラクルカードを引いてみようと思うんですけど、ここまでの内容で分かったよとか良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい。では、獅子座さんの2月前半はどうかな。はい。このカードが出ましたよ。いかがでしょうか。何か感じるものがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。さっき蟹座さんでもこの同じカードが出ましたね。でも何かパーソナルガイドっていうことで、個人的に応援してくれる人がいるよってことなんですね。これは見えない波動としてそういう応援が来てるのか、それとも家族なのか、家族のように親しい、近しい存在がちゃんと守ってるよ、見守ってるよってことなのかもしれません。はい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。